辺の食堂とか旅館とかいうのは田舎の内陸の方でしょ。だから海の魚が入れられねえから昔はこればっかりですよね。この上に小山神宮ってわかる？昔の神社があるんですよ。そこには旅館がずっと10軒ぐらいあったんですよ。そこ泊まるのは全部魚は鯉やったんです。今はほとんど扱いません。どうして手伝いか分かる？どうしてかなと思って。そう思うだろう。もうちょい気がする。この人たち力強いきね。だから私が気がするき少し参ってもらわんとまあ。すごいやろ、マコ。こちらは刺身用ですか？これはですね、卵いっぱいじゃないですか。人間だって子供がいた時に体弱ってるでしょ。つまりこう栄養全部取られるじゃない。子供にお刺身に合わない、体力落ちてるの。これは韓国ですよ。お味噌汁ですよ。これが欲しいっていう人がおるんよ。今まだ3月でしょ。産卵期っていうのは今からなんです。こんな卵はあんまりないんですよね。もう来てくれるお客さんで店が成り立ってるもんですから、意外とお客さんのご要望に応えて何十年もやってきました。これ男白いでしょ。これ白子。これが苦いけどいいんだよ。苦いから。富山の薬売りなんか昔は薬であったんじゃない？この反応ってこれを干してさ、胃薬でそんなのあったよね。これをもう娘まで言うからもうあとダメな。苦いから人間もね最後にお亡くなりになるときはね胆のうがあれば嫌いだな。これ見たらね人も同じやな。だからこの人たちは自然に例えば池の中で死んでいくやない。潰れてるよ。しょうもないこと言ったね。料理屋の話じゃないね。まだ相手叩いてもねなかなか知らないんよ。これで根性のあるやつとないやつってすぐ分かるよ。こうヤマメが泳いでるでしょ。あれもなかなかこやっとしたやつと鋭いやつ違ってねつくじゃないですか。あれが最後まで生き残るやつがおるんよ。人間でも一緒やろ。逃げ足の速いやつやらおるやね。うちの料理にこう4種類あるから適したものを救おうとするわけや。俺の意に反して最後まで逃げるやつがおるやつ。この面積が広いもんでさ、この辺が薄いもんでね、あれやったらずーっとここまで放置こういうふうに入れられるんやけど、身がないよ。こう薄いでね、お刺身にしにくいよ。だいたい身がついてくたびれてる。あれだけの膜をこう体に持ってるやん。今から特に産卵期に入ると妊婦の方が入ってくるんだ一緒にの。薄いやろ、もうね。これはもうお味噌汁。
馴染みのお客さんだけね、言われたらこうやって用意しておってあげる。この鯉を作って、今九州で一軒しかない。また鯉とヤマメは作ると違うんだよ。ヤマメは山の奥で水の量が多くって水が冷たくって、そういうところで作ってるんだ。だけど大変だよ。離れられないでしょ、いつも見とかね。これが止まったらみんな死んでしまうよ。山の中の話で地下がちょっと引っ掛けて水が入らなくなる。どれでもいいとこ触って。まず竹からが一つね。はい。 4人さんね。10時半ぐらい。竹からで、難しいの。で竹。はんぺんの分いっていいかな。この味噌汁を食べに小倉からわざわざ来てます。この味噌美味しいもんでね、しょっちゅうは来れない。前はね、月1ぐらいで来て、ヤマメの塩焼きも一緒に食べとったんだけど、もうその食欲もなくなってこれだけで十分やから今。美味しいです。なんで叩くでしょ。人間終わったら暴れるじゃない。これ身が柔らかいからね、弾けるの。暴れたら困るんだ。
こう見て叩き方がね少なかったらこう暴れるのよね。生き物だからこんなことになるんよね。祝いが悪いき本物ももう一回持ってきますって言うとって偽物だから。美味しそうやろな、見ただけでも美味しそうやろ、はい、これ松にしてったな、はい、あと8番刺身と塩焼きっていうのがあるね、単品が。これは松か、松のパス。鮎とかヤマメはこういう生の食べ方をするんよ。これ背をこすっていうのね。普通ならこう切るでしょ。鮎やらヤマメは骨が柔らかいからね、全然気にならない。骨を味わうの。骨が美味しいの。はい、8番で。これが片付いたらノルマ達成です。これ3つ入る？柚子胡椒って作ってるんですか？そうです。1年分作ります。うちのところの柚子胡椒は結構評判がいい。1年間で14本ぐらい作ります。こっちに塩がいく。ありがとうございます。あのね、あの人も洗い一つはもうあげたわけね。一人ですか？です。どうもありがとうございました。
一番ありがとうございます。終わったしね。やっぱりね。久しぶり。ね。久しぶりってもう何十年。そういうことだから。また思い出してくださいね。また思い出して。はい。はい。ありがとうございました。元気で。